理解説。うちのかみさんがね、昭和のお茶の間が愛した刑事コロンボ旧シリーズ最高傑作ベスト10。ねえマリサ、昭和の時代に日本中が熱狂した海外ドラマといえば、やっぱり刑事コロンボよね。ああ、金曜日の夜、小池浅尾さんのうちのかみさんがね、という声を聞くと、週末が来たって感じがしたもんだぜ。冴えない風貌の警部が、完全犯罪を目論むエリートたちを追い詰めていく、あのカタルシスは格別だ。犯人が最初からわかっている当時ミステリーだから、どうやってトリックを崩すかが見どころよね。でも、結末まで話しても大丈夫なの？もちろんだぜ。今回はネタバレ全開で解説する。なぜなら、コロンボの真の面白さは、犯人が言い逃れできなくなるラストの決め手にこそあるからな。トリックやオチを知っているからこそ、あの名シーンをもう一度味わいたいっていう昭和世代のために、旧シリーズ全45話の中から最高の10本を厳選して紹介するぜ。わかったわ。それじゃあ、伝説の逆転劇を余すところなく見ていきましょう。第10位。第1話、パイロット版、殺人処方箋、1968年。まずは第10位。すべてはここから始まった。1968年放送の記念すべきパイロット版第1作、殺人処方箋だぜ。映像を見ると、コロンボがまだ若くて髪も整ってるわね。犯人はどんな人物なの？犯人は精神科医のレイ・フレミングだ。彼は愛人の女優ジョーンと共謀して妻を殺害するんだが、そのアリバイ工作が巧妙なんだ。妻を殺した後、愛人に妻の変装をさせて空港へ向かわせ、機内でわざと派手な喧嘩を演じて飛行機から降りる。これで、妻は空港まで生きていたという事実を作り上げたんだ。愛人を共犯にするなんて卑怯ね。でも、完璧なアリバイに見えるけど、どうやって崩したの？コロンボは、愛人のジョーンがフレミングに依存している弱い心を持っていることを見抜いたんだ。そこでコロンボは一芝居打つ。ジョーンが自殺を図って病院に運ばれたと嘘をつき、フレミングを呼び出すんだぜ。嘘をついて呼び出すなんて、コロンボ警部も作詞ね。ああ、病院でコロンボは彼女は死んだと告げる。するとフレミングは、悲しむどころか彼女は弱かったと冷たく言い放ち、厄介払いができたとばかりに安堵の表情を見せるんだ。だが、その言葉を隣の部屋で聞いていたのが、死んだはずのジョーン本人だ。生きてたの？そうだ。愛する男の本音を聞いたジョーンは激怒し、その場で全てを自白する。フレミングは、コロンボが仕掛けた心理的な罠によって、最も信頼していた共犯者に裏切られる形で引導を渡されたんだ。この鮮やかな逆転劇こそ、コロンボ伝説の幕開けにふさわしい結末だぜ。第9位。第25話、権力の墓穴、1974年。続いて第9位は、1974年放送の第25話、権力の墓穴だ。この回は、コロンボが戦う相手が警察組織の幹部という、シリーズ屈指の絶望的な状況が描かれるんだぜ。警察の偉い人が犯人なの？それじゃあ捜査しようとしても、全部握りつぶされちゃうじゃない。その通りだぜ。犯人のマーク・ハルプリンは、コロンボの直属の上司にあたる警察次長だ。彼は隣人のコールドウェルが妻を誤って殺したのを隠蔽してやり、その見返りに、自分の妻殺害の罪をコールドウェルになすりつける計画を実行するんだ。ことあるごとにマイフレンドと呼びかけて恩を売り、共犯関係に引きずり込む手口は本当に冷酷だぜ。自分の権力を悪用するなんて最低ね。でも、上司相手にどうやって証拠を見つけたの？コロンボは、次長が泥棒に罪を着せようとしていると読み、一世一代の大博打に出るんだ。コロンボは泥棒の隠れ家を特定したという偽の捜査資料を作り、わざと次長の目に触れるように置く。そして、その資料に書かれたアパートへ次長が踏み込み、盗まれた宝石を発見して泥棒の犯行だと主張するよう仕向けたんだ。なるほど、次長自身に証拠を見つけさせて、安心させたのね。だが、それが罠だった。次長が勝ち誇った瞬間、コロンボは静かに告げるんだ。次長、ここは私が根性借りたばかりの部屋ですってな。つまり、
泥棒なんて一度も来たことがない部屋に宝石があるということは、住所を知っていた次長が今持ち込んだ以外にありえない。言い逃れできない状況を作って現行犯で追い詰める。あまりにも鮮やかな逆転劇だぜ。うわぁ、鳥肌が立ったわ。権力者を相手に、知恵だけでひっくり返すなんて最高に痛快ね。第8位、第15話、溶ける糸、1973年。続いて第8位は、1973年放送の第15話、溶ける糸だ。この回の犯人は、SF ファンなら誰もが知っている宇宙大作戦、スタートレックの、ミスター・スポック、レナード・ニモイが演じているんだぜ。スポックが犯人なの。それじゃあ、感情を表に出さない冷静沈着な犯人って感じがするわね。その通りだぜ。彼が演じるのは天才心臓外科医メイフィールド。彼は共同研究者の博士が邪魔になり、手術中に数日で体内で溶けてしまう特殊な縫合紙を使って縫合するんだ。そうすれば、術後しばらくしてから糸が切れて心不全を起こし、自然死に見せかけられるからな。うわぁ、医者にしかできない完全犯罪ね。命を預かる人がそんなことするなんて許せないわ。しかも彼は、その計画に気づいた看護師まで容赦なく殺害する。コロンボが許せなかったのは、その冷酷さと傲慢さだ。メイフィールドがコロンボの推理を鼻で笑い、馬鹿にするような態度をとった瞬間、コロンボは机にあった水差しをバンと叩きつけ、私が言いたいのはこれだけです。もしあんたがやったんだとしたら、私はあんたをあげてみせる、と激高するんだ。普段は温厚な彼が、犯人に対して本気で怒りをあらわにする、シリーズ屈指の名シーンだぜ。コロンボ警部がそんなに怒るなんてよっぽどね。でも、体の中で溶けちゃった糸なんて、どうやって証拠にするの？そこがこの回の面白いところだ。コロンボは執拗な捜査でメイフィールドを追い詰め、彼に証拠隠滅をさせようと誘導する。焦ったメイフィールドは、証拠となる溶ける糸を手術室から盗み出し、普通の糸とすり替えようとするんだ。だが、コロンボはその行動を読んでいた。メイフィールドがすり替えたと思って確保した糸こそが、実はコロンボが仕掛けた罠で、逆に彼が糸を触ったこと自体が犯人の決定的な証明になったんだ。冷徹な科学者が、自分の策に溺れて自滅するラストは最高にスカッとするぜ。第7位、第32話、忘れられたスター、1975年。第7位は、1975年放送の第32話、忘れられたスターだ。この回は、涙なしでは見られないシリーズで最も切ないラストとしてファンの支持を集めている名作だぜ。切ないラスト？殺人事件なのに泣けるの？ああ、犯人のグレイス・ウィーラーは、かつて一世を風靡したミュージカル映画の大女優だ。演じるのは、ヒッチコック映画、最古のシャワーシーンで有名なジャネット・リーだぜ。彼女は自分の復帰作への出資を拒んだ夫を殺害し、自殺に見せかけるんだ。コロンボは夫が寝る前に本を読んでいた形跡などの矛盾点から彼女を疑うんだが、捜査を進めるうちに、衝撃的な事実が判明するんだ。衝撃的な事実って何？まさか、彼女に秘密があるの？実は彼女は重い脳の病気を患っていて、余命はあと数ヶ月しかなかったんだ。しかも病の影響で記憶障害が起きていて、自分が夫を殺したことさえ忘れかけていた。劇中で彼女が、自宅のスクリーンで若き日の自分の映画、踊る大ニューヨークを見て、一人涙ぐむシーンがあるんだが、華やかだった過去と、死が迫る現在の対比が本当に悲しいんだぜ。うわぁ、それは辛すぎるわ。でもコロンボは真相に気づいたんでしょ？病気の人を逮捕するのはかわいそうだけど、そこがこの回のすごいところだ。コロンボは全てを悟るが、逮捕を躊躇する。すると、彼女を長年愛し続けていた元ダンスパートナーのネットが、私がやったと嘘の自首をするんだ。コロンボはそれが愛ゆえの嘘だと知りつつも、その申し出を受け入れる。ネットを連行することで事件を解決とし、グレイスには残された短い命を穏やかに過ごさせるという、シリーズで唯一の真犯人を逮捕しないラストを選んだんだ。コロンボの優しさが心に染みる、忘れられない結末だぜ。第6位、第28話、
祝砲の晩歌、1974年。第6位は、1974年放送の第28話、祝砲の晩歌だ。この回の犯人ラムフォード大佐を演じるのは、パトリック・マクグーハン。彼はシリーズで犯人役を4回も演じ、監督まで務めた裏の主役とも言える重要人物だぜ。そんなに重要な人なのね。今回はどんな完全犯罪なの？舞台は規律に厳しい陸軍幼年学校だ。大佐は学校の近代化を推し進めようとする理事長を殺害するため、祝典で使う大砲に細工をする。大砲の中に掃除用の布を詰め込み、発射の瞬間に暴発させて事故に見せかけたんだ。大砲を暴発させるなんて恐ろしいわね。でも、事故に見えるなら証拠なんて残らないんじゃない？そこでコロンボが見つけた決定的な手がかりが、なんと、サイダーの瓶だ。実は当日、生徒たちがこっそり作ったサイダーの瓶を、大砲の筒の中に隠していたんだ。大砲の中にサイダー？じゃあ、暴発した時にどうなったの？もし大佐の言う通り、暴発事故なら、中にあった瓶は粉々になって、現場はサイダーまみれになっているはずだろ？だが、現場からは瓶の破片も痕跡も一切見つからなかった。つまり、爆発する前に、誰かが砲身の中から瓶を取り除いたってことだ。そして、そんなことをする必要があるのは、そこに爆薬を仕掛けようとした人間、つまり大佐しかいないってわけだ。なるほど。大砲を触ったのは細工をした大佐しかいないものね。ないはずの証拠じゃなくて、あるはずの証拠がないことで追い詰めたのね。その通りだ。言い逃れできなくなった大佐は、潔く負けを認める。ラストシーンで連行される大佐を、生徒たちが一列に並んで無言の敬礼で見送るんだが、その厳粛で美しい幕切れは、シリーズ屈指の男の美学を感じさせる名場面だぜ。第5位。第3話、構想の資格、1971年。第5位は、1971年放送のシリーズ化第1作目。第3話、構想の資格だ。この回の犯人、ジャック・キャシディはシリーズで犯人役を3回も演じた名優だぜ。そして何より注目なのは、監督を当時まだ24歳だったスティーブン・スピルバーグが務めていることだ。あのスピルバーグ監督が若き日に撮った作品なの？それはすごすぎるわ。ああ、冒頭のタイプライターを打つ音と映像の演出や、ズームレンズを多用したカメラワークなど、後の巨匠の片鱗が随所に見られるぜ。犯人は人気ミステリー作家のケン・フランクリン。彼はコンビ解消を切り出してきた相棒のジムを別荘に誘い出し、殺害して死体を遺棄する。そして、ジムがまだ生きていてオフィスで仕事をしているかのように見せかける完璧なアリバイ工作を行うんだ。さすがミステリー作家、トリックは完璧ね。でも、どこでボロが出たの？決め手になったのは、まさに作家ならではの嘘だった。フランクリンはジムが殺される直前にオフィスで新作のプロットを書いていたと主張し、そのメモを証拠として提出する。だがコロンボは、そのメモに書かれたアイデアが、実は数年前にすでにメモされていた古いアイデアであることを突き止めたんだ。どういうこと？つまり、ジムが今思いついたはずのアイデアは、実は昔に使い古されたものだった。それを知っていたのは相棒だったジムとフランクリンだけだ。フランクリンは最新のアイデアだと嘘をついたが、それが逆にジムが直前に書いたものではないこと。つまりフランクリンが事前に用意した偽装工作であることを証明してしまったんだ。なるほど。自分の嘘を本物に見せかけようとして、逆に過去の事実に足をすくわれたのね。ミステリー作家が自分の構想で自滅するなんて皮肉だわ。第4位。第12話、アリバイのダイヤル、1972年。第4位は、1972年放送の第12話、アリバイのダイヤルだ。犯人のポール・ハンロンを演じるのは、ロバート・カルプ。彼も犯人役を3回演じた名優だぜ。今回はプロフットボールチームの GM という立場を利用して、無能なチームオーナーを殺害する計画を立てるんだ。スポーツチームの GM なんて華やかな世界ね。でも、試合中に殺人を犯すの？アリバイはどうするの？そこがこの犯人の大胆なところだ。彼は試合中、
スタジアムのプライベートボックス席を抜け出し、アイスクリーム売りに変装してオーナーの自宅へ向かう。そしてプールで泳いでいたオーナーを殺害した後、すぐにスタジアムへ戻るんだ。アイスクリーム売りに変装って、意外とコミカルね。でも、スタジアムにいなかったことがバレちゃうんじゃない？彼は音のアリバイを用意していた。犯行時刻とされる時間に、彼はスタジアムのボックス席からオーナーに電話をかけていたという記録を作ったんだ。実はこれ、ラジオの実況中継を聞きながら公衆電話からかけていたんだが、あたかも試合会場にいるかのように装ったんだぜ。ラジオの音をバックに流して、スタジアムにいると思わせたのね。頭いい。じゃあ、録音テープには試合の歓声とかが入ってたんでしょ？どうやって崩したの？コロンボは、反論の電話が盗聴、録音されていたことを逆手に取ったんだ。テープを聞き直したコロンボは、あるはずの音が入っていないことに気づく。それはボックス席にあるアンティーク時計のチャイムだ。時計のチャイム？ああ、ボックス席の時計は決まった時間にメロディを奏でる。反論が電話をかけたという2時30分には、盛大なチャイムが鳴っていたはずなんだ。だが、テープにはその音が入っていなかった。つまり、彼はボックス席にはいなかったという動かぬ証拠になったんだぜ。なるほど。ラジオの音で場所を偽装したつもりが、その場所にしかない時計の音を計算に入れ忘れていたのね。完璧に見えた計画が、小さな音一つで崩れるなんて痛快だわ。第3位、第6話、2枚の動画の絵、1971年。いよいよトップ3だ。第3位は、1971年放送の第6話、2枚の動画の絵。この回のラストは、ファンの間でシリーズ最高の大楽天と呼び声が高い名シーンだぜ。最高の大楽天？ハードル上げるわね。どんな犯人なの？犯人は美術評論家のデール・キングストン。彼は叔父を殺害し、高価な動画の絵画コレクションを盗み出す。そして、その罪を叔父の世話をしていたトレイシーおばさんになすりつけようとするんだ。彼は盗んだ絵画に、あらかじめ採取しておいた叔母の指紋をベタベタとつけて、彼女の家のリネン室に隠す。まるで彼女が隠したかのように見せかけるためにな。うわ、周到ね。自分の手を汚さずに、罪のない人に濡れ衣を着せるなんて最悪だわ。デールは自信満々で、警察と一緒に叔母の家を捜索し、自ら絵画を発見して勝ち誇る。ほら見ろ、おばさんの指紋がついているじゃないか、とな。だが、そこでコロンボが静かに切り返すんだ。彼女の指紋はついています。ですが、もう一人分の指紋がついているはずなんです。誰の指紋？デールも同じことを聞いた。一体誰の指紋だ？ってな。するとコロンボは、ゆっくりと自分の手を差し出してこう言った。私の指紋です。コロンボの指紋？そうだ。実はコロンボは、捜査の途中でデールのアトリエを訪ねた際、隙を見て盗まれたはずの絵画に触り、自分の指紋をつけておいたんだ。なるほど。コロンボは事件前の絵になんて触れるはずがないものね。その通りだ。だから、今ここで発見された絵にコロンボの指紋がついているということは、それがデールのアトリエにあったという動かぬ証拠になる。デールが盗んで隠し持っていたことを、物理的に証明してみせたんだ。犯人が勝ち誇った瞬間に、絶望のどん底に叩き落とす手のひら返しのラストは、何度見ても鳥肌ものだぜ。第2、第27話、逆転の構図、1974年。第2位は、1974年放送の第27話、逆転の構図だ。この回の犯人ポール・ガレスコを演じるのは、映画、メリー・ポピンズなどで知られるコメディ界のレジェンド、ディック・バンダイクだぜ。あの愉快な俳優さんが犯人役なの？イメージと全然違うわね。ああ、そのギャップがすごいんだ。彼はピューリッツァー賞を受賞した天才写真家なんだが、口うるさい妻にうんざりして殺害を計画する。妻を廃車置き場に連れ出して射殺し、出所したばかりの男アルビンに罪をなすりつけるために、彼も殺害して誘拐事件のこじれに見せかけるんだ。無関係な人まで巻き込むなんて許せないわ。でも、写真家なら証拠を残さないように完璧に計算してそうね。だが、
その、写真家としてのプライドが命取りになるんだ。コロンボは捜査に行き詰まったふりをして、ガレスコを証拠品保管室に呼ぶ。そこで、犯行時刻に撮影された写真の拡大パネルを見せ、時計が10時を指しているから、犯行時刻の矛盾が解けたというんだ。それで？ガレスコはその写真を見て笑い出し、君は間違いを犯している。これは裏焼き、反転だ。時計は10時じゃなく2時だと指摘する。さらに棚から1台のカメラを手に取り、このカメラで撮ったんだから間違いないと断言するんだ。それって、そう。ガレスコは自分は現場に行っていないと主張していたはずだ。なのに、写真が反転していることに気づき、さらに数あるカメラの中から犯行に使われたカメラを迷わず選んでしまった。それは撮影した本人にしかできないことだ。コロンボになぜ裏焼きだとわかったんですと突っ込まれ、自ら墓穴を掘ったことに気づくラストは、シリーズ屈指の痛快な瞬間だぜ。第1位、第19話、別れのワイン、1973年。堂々の第1位は、1973年放送の第19話、別れのワインだ。犯人のエイドリアン・カッシーニを演じるのは、イギリスの名優ドナルド・プレザンス。この作品は、ミステリーとしての完成度はもちろん、犯人とコロンボの間に芽生える奇妙な友情を描いた、シリーズ最高傑作との呼び声が高い一本だぜ。友情？犯人と刑事が？一体どんな事件だったの？エイドリアンは、ワインを愛する芸術家肌の醸造所経営者だ。だが、金にうるさい妹弟のリックがワイナリーを売却しようとしたため、カッとなって彼を殴り倒し、空調を切ったワインセラーの金庫室に閉じ込めて窒息死させるんだ。ワインを守るために弟を殺したのね。でも、空調を切ったのがあだになったんでしょ？その通りだ。犯行当日は記録的な猛暑日だった。空調を切ったせいでセラー内の温度が上がり、保管されていた高級ワインが熱で劣化してしまったんだ。コロンボはそこに目をつけた。レストランでの食事中、コロンボはソムリエと結託して、わざとあのセラーから持ち出した劣化ワインをエイドリアンに飲ませるんだ。うわぁ、味にうるさい彼なら黙っていられないわね。案の定、彼は一口飲んで激怒した。これは高温にさらされて煮えてしまったワインだ、とな。その発言こそが、弟が死んだ日にセラーの空調が切られていたという事実を知っている。つまり犯人しか知り得ない秘密を自白した瞬間だったんだ。自分の舌が嘘をつけなかったのね。皮肉な結末だわ。だが、この話の真骨頂はラストシーンだ。逮捕され連行される車の中で、コロンボはモンテフィアスコーネという極上のデザートワインを取り出し、二人は別れの乾杯をするんだ。その味に感嘆したエイドリアンは、自由とは、純粋に相対的なものだと語り、自分を理解し捕まえたコロンボに敬意を表す。二人の男の心が通い合う。あまりにも美しく切ない幕切れだぜ。総評、まとめ。どれもすごかったわね。トリックの面白さだけじゃなくて、犯人たちの人間ドラマが深くて、映画を10本見たくらいの満足感だわ。そうだな。特に旧シリーズは、犯人が社会的地位のあるエリートばかりだからこそ、コロンボに追い詰められて仮面が剥がれ落ちていく様が痛快であり、時には物悲しくもあるんだ。視聴者のみんなも、今回紹介した中に自分の神回は入っていたか？もしランキングに入っていなかったお気に入りのエピソードがあれば、ぜひコメント欄で熱く語ってくれよな。刑事コロンボって、犯人も魅力的だから、ついつい感情移入しちゃうのよね。また見返したくなっちゃった。今夜はワインでも飲みながら、コロンボ警部の活躍に酔いしれるのもいいかもな。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録を忘れずにお願いするぜ。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。